シトラスオリジナルボイスドラマファーストラブ。私も彼氏欲しい。そんなことを初めて思ったのは、友達が恋愛の話をしている時に、すごく楽しそうな顔をしていたからだ。そんな楽しそうな話に水を差さないように。というか、見栄を張りたかっただけなのかもしれないけど、私は自分の恋愛事情をなんとかごまかしながらやってきた。そうやって友達と話を合わせたり、知っているつもりで楽しんでいれば、いつかきっと恋愛ってやつがわかるようになるかもしれない。そう思ったから。だけど、自分で考えた恋バナは、話せば話すほど、恋愛という感情をよくわからなくさせてくれた。本当に恋をしたら、あんな笑顔になれるのだろうか。彼氏を作ったら、私は恋をしたことになるんだろうか。はぁ、恋ってよくわからない。あ？何？ミネコの部屋って。ルールルルルルー的な？それだよ。どういうこと？まあ行けばわかるって。この学校は大概のことを生徒会がやってるから、先生たちが前に出てくることはそうないんだけど、淑女のたしなみに関してはここぞとばかりに出てくるのが藤ミネコという女なのよ。へえ。じゃあさっきの生徒会長なんかも説教されたりしてんのかな？あいつはねえな。とんでもない特別育ちのお嬢だから。今さらマナーで怒られたりなんかはしないだろうよ。お嬢様たちのお手本ってやつか。まあそんなとこ。そんな風に学校中から注目されてたんじゃ、はしゃいだり笑ったりできないんだろうな。そもそもしないんじゃね？じゃあ今度隙を見て無理やりくすぐってみようかな。やめとけって。規則に縛られてるやつってのは大体干渉されるのを嫌がるからさ。この学院に通ってる生徒は特にね。つまんないの。失礼します、会長。掲示板の張り替えは全て終わりましたわ。ご苦労様。今日はあなたたちももう帰っていいわ。私はこの後雨宮先生に経営会議用の資料作りを手伝うように言われているから、今日の見回りはなしでいいとみんなに伝えてちょうだい。会長が理事長先生以外に呼び出されるだなんて珍しいこともありますのね。でもそういうことでしたら、会長が雨宮先生のところへ向かわれている間に、私たちだけで校内チェックをしてまいりますわ。ありがとう。でもその気持ちだけ受け取らせてもらうことにするわ。私がいない現場を作るわけにはいかないの。わかるわね？はい、わかりましたわ。会長？何？今日は少しお疲れの様子に見えるのですが、ご体調がよろしくないのでは？ご気分が悪いようでしたら、今日は。平気よ。姫子、私のことは気にしないで。はい。それでは失礼します。ごきげんよう。さようなら。相原学院生徒会会長。学院に通うお嬢様たちのお手本で、表情一つ崩さない美人の優等生。そんなあいつが放課後、学校の隅っこで雨宮先生と隠れてキスをしていた。目の前で起きているありえない出来事に私がショックだったせいなのか、見ちゃいけないやつを盗み見てしまってやばい感じだったからなのか、なぜか理由はわからないんだけど、キスをされていたあいつの表情が目に焼き付いて頭から離れてくれない。あの顔を思い出すと、今までに感じたことのない変な気分になる。そんな何がどうなってるのかわからない状況の中、あいつは突然
私の家に現れて、私の妹になった。なんなの、あいつ。私が夢にまで見た、初めてのキスが、今日できたばかりの妹に、強引に奪われた。しかも、それだけでは終わらず、キスなんてこんなものよと、夢も希望もない言葉まで吐き捨てられた。正直、いろんなことが一度に起こりすぎて、何にどんな感情をぶつければいいのか。初登校の日に、よくわからない黒髪の女子生徒に抱きつかれ、そいつは生徒会長なのに、学校で先生とキスしてたりして、そんな奴が、私の妹になるとか言い出して、挙句、無理やりキスさせられた。思考が追いつかない、なんてレベルではないぐらい、目の前がぐるんぐるんになっていた、はず、なのに。好き勝手やって去っていったあいつの寂しそうな表情だけは、鮮明に刷り込まれ、学校でのキスに続き、また私を悩ませた。ゆずっちおーい。ゆずっちはるみんごめん。何？いやもう授業終わってんのに教科書開いてっからさ。そうだね。なんか新規臭い顔してるけど大丈夫か？マジか。髪でも結び直そう。まあ今日は朝から理事長にじいさんつって喧嘩売ったり、普段登らない壁なんかも物理的に乗り越えたりしたからな。そりゃ疲れてそんな顔にもなるか。やだー。そんなしょうもないことで疲れ顔なんかになりたくない。じゃああれか？雨宮がうちの生徒会長をもてあそんでた挙句、最高に気持ち悪いこと言ってたあれがとどめになったか？ねえ、はるみ。今朝聞いた雨宮先生の電話の話って、やっぱり、やばいやつだよね。いい名付けがいるのにあの内容でやばくなかったら、むしろどんなハッピーエンドになるのか知りたいね。あいつ、どうなるんだろう。あいつって、生徒会長？そうな。このまま何もしなかったら、大人の事情に巻き込まれて、バレようがバレまいが辛い体験をしちゃうんじゃない？何もしないのか何もできないのか。いろいろ事情があるんだろうけど、私はそういうのわかんないから。事情か。ってほら、また変な顔になってんぞ、ゆずっち。私とあいつは住んでいた世界が違う。今は親の再婚で家族になって同じ部屋で暮らしてはいるけど、ついこの前までは全く違う景色を見ていたただの他人だったんだ。あいつにはあいつなりの考えがあって行動してるかもしれないんだから、私がこんなに気にする必要はないんだ。だけど、なんでだろう。なぜか放っておくことができない。ママにお姉ちゃんとか言われたから？それとも突然キスなんかされておかしくなっちゃったから？理由なんかわからない。本当はそんなのどうでもいい。ただあいつはもうあんな恋愛なんかで傷ついたらダメだ。なんなんですの？あの相原ゆずという生徒は。よく朝礼であんな無茶苦茶できますわね。今思えば私がマイクを奪い返して朝礼台の上でバシッと言って差し上げればよかったですわ。なんで動けなかったんでしょう。もう落ち着きなさい。ですが会長や理事長先生と名字が一緒だからといってあんな虚言や横暴が許されるわけないじゃないですの。先生方がおとなしくするというのならば、今度こそ私が生徒会副会長として申し出てバシッと言ってまいりますわ。とはいえ、
本当は今すぐにでも職員室に押しかけたいところですのに、今回に限って生徒会がこうして待機しかできない状況だなんて、もどかしい。理事長先生は一体どういうお考えなんでしょう？私たちは与えられた範囲の中でできる限りのことをしていればいいのよ。今回のことに関しては私たちには何もできない。ただそれだけのこと。会長、本当にそれでよろしいんですの？その判断をするのはこの学院の長であって私ではないわ。メイメイ、わかりましたわ。会長がそうおっしゃるのでしたら、私は会長のためにおとなしくしようと思います。あいつのために私に何かできることがあるんじゃないか。いつからかそんなことを考えるようになっていた。なぜそんなことを考えたのかはわからない。ただ綺麗に整っているけど感情を表に出さない冷たい表情を見るたびに寂しい顔が目に浮かぶ。あいつがおじいちゃんの家に連れて帰られてから相原メイという存在は本当に遠くに行ってしまった。こっちから歩み寄るには今の私にはただひたすらに遠く。姉としてうまく距離を詰めたとしても妹の方から突き放されて、それでも私はあいつの手を取ることができる距離までたどり着く方法が必ずあると信じたい。ちょっとでもいいから何か力になってあげたい。違うや、そんなかっこいいもんじゃないね。ただ単に自分のためにあいつを笑わせようとしてるんだ。はあ？親の再婚で会長が妹になってその妹をかばったら退学？何それ、鬼ウケるんですけど。理事長キモすぎてマジないわ。明日からマジどうしよう。親はなんて？話してない。そっか。あいつのために色々やったけど本心もわからなかったし、思い切り傷えぐったみたいだし、結局私はあいつのお姉ちゃんにはなれなかったってことか。まあまあ、ゆずっちは頑張ったと思うよ。そんなに頑張ってくれる姉がいたら妹は本当に幸せもんだね。きっと気持ちは伝わってるって。気持ち。私はあいつに何を伝えたかった？そうか、これが